模活時間の記録 Vlog。今回は食玩キットの制作です。衝動 X 衝動区シリーズから仮面ライダー新1号を開封、組み立て、追加塗装して仕上げました。仮面ライダー衝動 X 衝動区はバンダイが展開する全高約 100mm サイズの食玩可動フィギュアシリーズ衝動のシリーズでした。造形力と可動機構をさらに発展させたのが特徴。様々なライダーやキャラクターのフォーム、バイクなどがラインナップされました。まずはキットの開封から。封入されているのはボディ、手の交換パーツとスタンド、頭部、マフラーです。手のパーツとスタンドはカットが必要なランナーとして入っています。組み立てます。今回は右手を開き手、左手グーのパッケージに掲載のポージングで組み立てました。パーツとして手は3種類が付属しています。マフラーを挟み込み、頭部を接続。今回の新1号はシリーズ3ですが、2022年のスカイライダーがラインナップされたシリーズ15まで展開されました。使用しない手のパーツはスタンドに収納し、脚部を連結して自立させることができます。塗装前、素組みでこのクオリティです。フロントビューからリアビューがこちら。塗装に向けミスタースーパークリア艶消しを吹き付け、マットな質感の下地を作っておきます。続いて塗装です。ペイントの対象になったのは主にベルトの未塗装箇所と背中です。まずはベース塗装です。パレホのパンツァーエース肌色ハイライトカラーという塗料を使いました。追加で色分けする箇所に塗っていきます。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。水で希釈でき、溶剤臭もありません。パンツァーエースはミリタリー模型用の塗料シリーズ名、ドイツ軍専用色をはじめ各国軍の戦車兵色、迷彩デザインなどを再現するための塗料が充実しています。先に表面をマットな質感にします。シタデルカラー、テクニカル、特殊効果表現の塗料種からストームシールドという液体塗料を使いました。粘性が高い塗料ゆえ、水で溶いて薄めて塗っていきました。メタリック、シルバーの箇所に質感を高め陰影をつけるために、シタデルカラーのシェード、ナルンオイルを水で薄めながら染め塗りしました。シタデルカラーはホビー用の水性アクリル塗料。イギリスのゲーム制作会社、ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。シェードは 24mm サイズのボトル入りの液体塗料で、造形物のディティールに流れ込み、自然な影を作り出します。グローブ、ブーツにも漏れなく塗りました。上塗りに用いたのはパレホのゲームカラーでシルバーです。主にベルトの追加塗装になります。下地の白も効いてうまく色が乗っていきました。細かい箇所は極細筆を使って丁寧に色を入れていきました。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。この塗装で用いた塗料はこちら。塗装に要した時間は約15分でした。続いて背中の未塗装箇所に緑、パレホのモデルカラーミディアムオリーブを使いました。緑のカラーといえば一番重宝して使っているカラーです。できるだけムラになるのを防ぐようにシタデルカラーのテクニカル、特殊効果表現の塗料種、ラーミアンメディウムという溶剤塗料で薄めながら色をのせていきました。広い面積は筆で塗りに行くとどうしても引っかいてムラになりがちなので、先端で叩いて色をのせるようなイメージでペイントを重ねています。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードです。色数が多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に対応します。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとパレホを併用しました。塗装後は水性トップコート、艶消しを全体に吹き、乾燥させて完成です。
色塗り後再度組み立てます。今度は右腕もグーの手の交換パーツを使いました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆です。面積の広い箇所にはハケ、ブラシの類で一気に時短させながら塗っていきました。塗装後のフロントビューからリアビュー。ということで今回は食玩キット製作衝動区衝動 X のシリーズ3から仮面ライダー新1号を組み立て水性アクリル塗料で塗装までしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。